皆さんこんにちは、藤本細まりです。今日は、ゴールデンコースという、コースの、ショットについてちょっとお話ししていきたいと思います。で、皆さんはゴールデンコースって言われてもなんだそれやって感じだと思うんですけど、私が勝手につけた名前のコースなので、知らないと思いますが、ぜひこの機会に覚えてもらえればなと思います。簡単にゴールデンコースの説明をしていくんですけど、まずダブルスとかミックスでね、ネットギリギリに球を返すときに、返し方っていうのが3パターンあります。で、1つ目は、例えばハーフロブとか打つときに、ネットに対してこういう下から上に向かっていくような球の返し方が1つ目で、2つ目がネットギリギリを狙って沈めるような球要は、このシャトルの軌道のてっぺんがネットの上に来るようなイメージで打つような、ショットになります。例えばチャリチャリとかやった時にはそういう球をよく狙うと思うんですけど、でもう1個がゴールデンコースで、自分のコートに一旦山を作ります。でこの下がり際のところでネット越えていくっていうところが、ゴールデンコースになります。ドロップのね軌道を考えればなんとなく想像はつくと思うんですけど、上から打つ球に対しては皆さんなんとなくねこう狙えると思うんですね。でただ相手がこう攻めてきた時とか、プッシュ打ってきた時とか、そのネットより低い位置で球を触るときにこのゴールデンコースが使えるか使えないかでダブルスの攻撃、自分たちが攻撃に回るかずっとレシーブなのかっていうところが決まってきます。だからこれがうまく使えると、例えば相手が前衛にいたとしても、こういう軌道で入ってきたら相手はプッシュすごくしにくいです。だからこういう練習、こういうふうに球を打つ練習をしていかないと、ずっとこういう軌道とかこういう軌道だとずっと攻められます。でそれだとなかなかね自分たちがアドバンテージ取ることできないので、やっぱ自分たちが攻撃を作る形を作るためにもこのゴールデンコースがうまく狙えないといけないので、それのポイントをね説明していきたいと思います。ゆっくりな球、ゆっくりな球、ゆっくりなしてごめんなさい。はい、で、このゴールデンコースの利点なんですけど、どういう利点があるかってことなんですが、例えば、後ろから速いレシーブをバーンって打ちました。いい球返ったんだけど相手がすぐ触ってきたら、速い球打って速い球返ってきたら自分が前を取れないパターンというのは結構あります。で、ゴールデンコースは軌道がどっちかっていうとこうふわーって少しゆっくりめなので時間が作れます。だから自分が打って相手がプッシュできないの分かってて、こう前に詰めてプレッシャーかけると相手がプッシュできなくて落とそうと思ったら落とせなくて今度ロビング上げてくれるような、そういうような流れを作ることができるので、まず自分の時間を作って、例えば苦しい体勢でもうまく打てれば自分が次整えられる体勢を作れるので、その時間を作ることができるというのがまず一つあります。で2つ目は相手に攻撃をさせない。こういう軌道で入っていくので相手がねこうなかなかこうプッシュもできないし、うまくネット打つ人いるかもしれないですけど、基本的にこう下から手首より下で触るような球が多くなってくるので、そうなると相手はつなぎの球になります。だからネット前に落とすかロビングになるか。だからそうなったら今度こっちがプレッシャーをかけて上げさせるってこともできるので、相手に攻撃をさせない。そして、もう一個が、連続攻撃ね。例えば自分がスマッシュ打ちました、サイドにバーンってこう振られたんですけど、そこからうまくゴールデンコースが使えるともう一回相手は上げてくれる可能性が出てきます。だからその連続攻撃をする中でもちょっと相手がねいいレシーブしたとは言っても、そういうゴールデンコースが使えることによってもう一度攻撃するチャンスが生まれてくるというふうになってきますので、まずこれがねうまく使えないとダブルスとかミックスとかね結構使う場面多いので、ぜひ意識してねちょっと練習してほしいなと思います。で
ラケットを持った時に、速い球に対しての、ゴールデンコース狙えますし、ゆっくりな球に対してもゴールデンコース狙えます。で打つ時はフラットでも狙えますし、切りながらも打てます。で、その中で結構サイドに振られた時ね、こうサイドに、ちょっとこの角度だと分かりづらいんですけど、こうサイドに振られた時に前を落とす時なんですけど、結構ね、なんていうんですか、サイドに振られてすごいテイクバックしちゃうと、今度前に落とすのが難しくなります。だから、前に落とす力ってほんのちょっとだけなんですね。こうちょんってやればもう帰ります。だから、とりあえずラケット先出してシャトルに対して小さく当てる、ね、フォア側も小さく当てる、小さく当てる、小さく当てるっていうことができないと、もう球が来てバッてこう振りかぶっちゃった瞬間に後ろだって相手はバレちゃいます。そこから前に落とすのは逆に難しいので、しかも打点も下がっちゃうことが多くなるので、早くラケット出して小さく出して小さく出して小さく、手首じゃなくてどっちかというと体幹、肩からこう動かしてあげると、もうそれだけで帰ります。はい、で結構ね、このなんていうんですか、ゴールデンコースを打つ時っていうのは基礎打ちにないような球を打つことが多いです。例えば、自分のこういう風に飛んできた球に対して対応しなきゃいけないとかっていうことが多いんですけど、結構この辺のドライブっぽいような球に対して上から打った方がいいって思ってる人が多いんですけど、上から打っちゃうと球足が長くなっちゃいます。ね、ゴールデンコースってこう自分のコートに山を作って落ち際にこう相手のところに、落とすような球なので、少し持ち上げてあげた方がよりギリギリを狙えるんですね。だから、こう全部上からってやっちゃうと球足長くなります。それでゴールデンコース狙おうと思ったらこういう入り方をしなきゃいけなくなるので少し難しくなります。だから、相手のレベルにももちろんよるんですけど、相手のレベルがそんなに高くなければ全然こういう触り方でも十分狙えます。だからなんかレディースの人とか全部こう触らなきゃいけないっていう風になると球足が全部長くて次カウンター打たれてやられちゃうパターンって結構あるんですけど、一旦こううまく狙えるようになればこうギリギリこうネット前に返せるような球とか打てるので、そうすると相手は簡単にプッシュできません。そうすると下から上げてくれるので相手をしっかり動かして次チャンスが作れるっていう風になります。だからその前で早く触んなきゃっていう意識じゃなくて、下から少し持ち上げるっていうことも頭に入れながらやるとより狙いやすいかなというふうに思うので、やってもらいたいなと思います。じゃあそれでは実際ちょっと打って、どういう感じで練習していけばいいのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、じゃあ、打ち方の説明をしていきたいと思うんですけど、例えば速い球に対して、スピードを落とさなきゃいけないときは、こうフラットで打つのがちょっと難しくなるんですね。どうしてもこう力加減がすごく、難しくなるので、少し切りながら最初は、やっていけると比較的狙いやすいかなと思います。でその時に相手の球に対して、よくねこういうスイングをしてると思うんですけど、皆さんレシーブする時こういうスイングをすると思うんですけど、打つ瞬間にラケットの面を上に向けた状態でそのまままっすぐ当てていきます。でこの当てる感覚っていうのも、たくさん練習しないとなかなかこうつかめないと思うんですが、手首をこういう感覚ですね。あんまりこう返すんじゃなくて面が上のまま押し出すようなイメージでいきます。で手首だけじゃなくて肘も伸ばしていく、こう打ちたい方向にまっすぐ出していくような感じで最初はいいと思います。で、その感覚で、この当たった時にこの面の方向に飛んでいくので上に行きますよね。これが前じゃなくて上に行くので上に上がってギリギリ落ちていくという流れになっていきます。で速い球に対しては少し切って、打っていく方がいいんですけど、ゆっくりの球に対しては切ってもいいですしフラットで押してもいいですし、そこは、自分のやりやすい方でやっていただければなと思います。じゃあ実際ちょっとやっていきたいと思います。はい、お願いします。ゆっくりめでこういう感覚です。こういう感覚で打っていきます。でゆっ
こういう感覚で打っていきます。ごめんなさい。よいしょ。はい、でネットがこうありましてですね、ネット越えるときにですね、あんまりこういうのだとシュッてこう上からはたかれちゃう可能性があるので、できれば、斜め45度ぐらいでネット越えていくのが一番理想的かなと思うので、例えば、シニアとか相手があんまりこう動けない人だったらこういう感覚でギリギリ狙ってもいいですし、相手のちょっとレベルが高ければあんまり浮かすとやっぱ相手の動きですぐこう上から触られる可能性が高くなるので、そういう時は少しでいいです。少しでいいから手前に山を作ってこう下向きに入れていくっていう感覚を意識して、狙えるようになってくると、よりいいと思います。はい、じゃあ実際、ゴールデンコースの、練習をしていくんですけど、なかなか練習する時間が取れないという人もいると思うので、基礎打ちの段階で少しそういう球を練習してほしいなと思います。で、プッシュ、相手がプッシュを打って自分がプッシュレシーブする時とか、にぜひやってもらいたいなと思うんですけど、こんな感じでやってみてください。前に落とす。ごめんなさい。よいしょ。入らない。で、前。はい、こういう感じです。で、ゴールデンコースを自分で打つって決めるタイミングはシャトルが飛んできてからじゃなくて、その前の時、自分で、レシーブ1球こうパンって速い球を打って次打とうって決めながら打って次も行かないと、シャトルが来た瞬間に今だっていうのは結構難しいです。だから、1個前のショットで次打とうって決めてから準備していった方がいいと思います。で、ゴールデンコースはこういう球なので、次の相手の返ってくる球っていうのはネット前かロビングになってきます。だから自分が打って見てるだけだと落とされたら結局また上げるっていう形になると意味がないので、自分が打って、ゴールデンコースを打つつもりで打った瞬間にそのままもう前に入って、プレッシャーをかける。そうすると相手は簡単に前に落としにくくなるので、基礎打ちの時から打った瞬間に前に詰めるっていうところまで一緒に練習をしてみてください。はい、じゃあ次、今度、コートを少し広げてやっていきたいと思います。1点返しみたいなイメージでやるんですけど、動かす方は1点で、私はダブルスなので後ろ2箇所、後衛のイメージですね。後衛のイメージと、あと、このハーフのところの処理をやっていきます。だからこの3点だと逆側でもできるので、2ペアが1コートで同時にできるっていう練習になるんですけど、そこの中でゴールデンコース意識していく。高いところだったらドロップとかカットを意識して沈める。で、低いところからゴールデンコースをうまく狙えるようにする。ただゴールデンコースっていうのはやっぱこうちょっと神経を使うというか、集中してやっていかないとうまくコース狙いにくいので、どうしてもねちょっと自分の体勢が悪くてダメだと思ったらとりあえずつなぐ。でそうしたら、1の人は
そのまま動かす、もしくは、本人のボディにちょっとプッシュをしてあげてください。でそのプッシュに対して次をしっかり返してあげればいいっていうふうに、まずミスをしないでつなげるってことが大事になってくるので、ゴールデンコースが狙えないときはとりあえずつなぐ、そして次をしっかり待つっていう流れで、やってもらえればなと思います。じゃあ実際やっていきます。はい、じゃあお願いします。前じゃなくて少し上に持ち上げる。前だけじゃなくて少し上に持ち上げてあげるとより狙いやすくなります。はい、こういうイメージでやってみてください。でさっき言った通り、サイド振られた時に大きく振りかぶるんじゃなくて、ラケット出して小さく、ラケット出して小さくっていう風にコントロールした方が、前を落とす、時に狙いやすくなるので、大きく振りかぶりすぎないように意識してやってみてください。じゃあ最後に、今度、前面対前の前面で、いきたいと思います。こっちも、ゴールデンコースを前面で狙って、動かす方も前の前面を、動きながら後ろとかボディとかプッシュできるようにしていきます。じゃあちょっとやっていきましょう。よし、もう一回。ああ、体が入ってなかった。じゃあラスト。前に。疲れた。はい、こんな感じで、ゴールデンコースの練習を、ぜひやってみてください。ダブルスで絶対生きてくると思うので、ただこういうコースは日頃から練習しないと絶対狙えないので、日頃からこう、前に落とせる力をつけていきましょう。どうしてもね、普段やってないとそこでちょっと甘くなってバンってネット前でねプッシュとかされちゃったら多分もう怖くて使えなくなっちゃうと思うので、日頃から使える練習をぜひやってみてください。